車内のソファーを東京まで使う常設ベッドに変えます。寝台列車をイメージし、寝たまま必要なものすべてに手が届く空間にしました。 A 寝台にならぬ車中生活仕様の S 寝台個室が完成しました。富山発東京行き、移動距離450キロ、出発します。深夜の高速道路は少し寂しくもあり、ワクワク感もあり大好きです。今回東京へ向かう理由は1年待ったエアサスの取り付けです。順番を待って待ってようやく自分の番が回ってきました。富山県から高速に乗り、新潟、長野、群馬、埼玉通過し、東京を目指します。80キロ走行でゆっくり走行し、景色も楽しみます。駅弁ならぬサービスエリア弁当も楽しみます。タイヤの空気入れたり出発の点検していたら遅くなっちゃいました。まだ富山県です。高速道路入って最初のサービスエリアです。食料など買い出ししておきます。お腹空いたんでサービスエリア弁当を買います。ここのサービスエリア、猿出るそうです。結構山が近いんで野生動物が出るようです。深夜トラックがたくさん休まれています。ご苦労様です。北陸のサービスエリアは意外とトラック止めれるスペースがまだ空いています。太平洋側のサービスエリアだと絶対空いてないと思います。サービスエリアのご当地弁当楽しみにしていましたが空いていませんでした。横のコンビニは空いていたんでおにぎりなど買ってきました。どうしても駅弁を食べたいということで、こちらの具材で駅弁を作ってみます。こちらのお弁当箱におむすび2つ入れます。潰したおむすびに刻み海苔と醤油を少々垂らします。ここに炭火焼き鳥を乗せていきます。完成しました。コンビニアレンジ鶏飯駅弁風。なんかそれっぽくなりましたね。でせっかくなんでこれ蓋閉めてからこう開けていただきます。深夜にこれはあかん、うますぎる。ローソンの炭火焼き鳥、なんでこんなに美味しいんですかね。また下の刻み海苔がいい匂いしていて食欲を増殖させます。本物の寝台列車のように景色は動いていませんが、この喧騒のサービスエリアの景色を見るのも大好きです。ごちそうさまでした。さあ、それでは片付けて再出発します。このミニ食洗機に移動中洗ってもらいます。食洗機に洗ってもらってる間に歯磨きを済ませておきます。
お腹いっぱいになって眠たかったんですが、少し目が覚めてきました。あと 1,2 時間走行したらサービスエリアで仮眠します。その後の車中泊スポットは埼玉県で最近できたコンビニ有料車中泊、こちらを利用してみます。夜が明けてきました。もうちょっと進みたかったんですけど、睡魔が襲ってきたので、もう今日はここで眠ります。車内は30度と蒸し暑いのでエアコンつけます。今日は日中36度まで上がって汗をかいたのでシャワー浴びて寝ます。今回トイレのある場所で車中泊ですが、トイレがないところでは重宝します。トイレをワンアクションで収納してシャワー専用のマルチルームにします。シャワーのお湯はエンジンの熱を利用して温められています。お湯炊きのお湯はガスを使用して温めます。最高に気持ちいいです。寝台列車サンライズ瀬戸出雲ではシャワー券が争奪戦になるそうです。このキャンピングカーはお水約80リッター乗せているので6回ぐらい浴びれます。さあ、あとはもう寝るだけです。ちなみにこちらがシャワー入った後、もう何もしてない状態です。シャワーカーテンは濡れっぱなし、こっち側の壁も結構濡れています。でもここの窓と上の天窓2つ開けていたら風が循環して自然に乾きます。前はちゃんと拭いてたんですけど、最近はもう放置です。意外と今んとこ問題ないんで、もうしばらくこの方式でシャワー浴びてみます。エアコンの効率を上げるためにカーテンで空間を仕切ります。そこのカーテン隙間だらけなんであまり効果はないかもしれませんが、一応仕切りカーテンしておきます。実際の寝台列車とキャンピングカーの秘密基地感、なんでこんなに若くするんでしょう。昔ちっちゃい頃よく友達と秘密基地作りました。草むらの中進んでいって足で草踏んで座れる場所作って秘密基地作ったり、小学校の裏の小さい山にある洞窟のようなところに作ったりと、今考えるとやばいですよね。マダニやクマの出没があるのでそんな冒険できなくなりました。昭和の遊びは豪快でしたね。まあそんなんこんなん言うてますが、明日に備えて寝ます。おやすみなさい。
はようございます。しっかり疲れが取れました。 2,3 時間だけ眠るつもりが起きられなくて5時間半寝ちゃいました。布団はまた敷きっぱなしにしていつでも眠れるようにします。エアコンのおかげで車内は快適ですが、外の温度計は38度以上です。今日も暑くなりそうです。目覚めの一杯だけ飲んで出発します。大好きなブラックコーヒーと尿路結石予防の牛乳を一緒にいただきます。まだ半分頭が寝ていますが、サービスエリアの風景を見ながら飲む朝のコーヒー、この時間がとても好きです。冷蔵庫にあったゆで卵、こちら食べたら出発します。食洗機に入っていた食器も乾いています。マルチルームのカーテンや壁なども乾いています。今日泊まるローソンの予約をしておきます。オンライン上で予約決済ができます。やっちゃいました。当日は予約できないようです。しょうがないですね。タイムズビーなどの予約制のコインパーキングで一泊しようと思います。なんとですね、視聴者様声かけていただいて、この大型トラック、なんと20トンのトラック運転されています。中入っていいってことなんで潜入します。こんなに高いですね。すごい。うわー、ベースの車っていうかメーカーどこにいるんですか？三菱ふそうスーパーグレード。この辺とか結構もうご飯とか飲み物飲めるようにしたりとか、これ冷蔵庫、これはインバーターですよね。そう、インバーターで家電製品使える、この辺使えるようにして、ここはベッド。ベッドですか？寝れるんですか？散らかってるけどね。寝るときは荷物全部前にやって。実際寝られてる感じですか？ここで。で天井これめっちゃ高いですね。こう立てるよ。立てるんですか？で2メーター近く歩いてます。ある。なんか普通に軽キャンピングカーぐらいのなんか広さ、収納力がね、かもしれない。ちょうどベッドがあってで生活空間があって、これエンジンが何リッターでしたっけ？12,800cc。普通ね、キャンピングカーとか3リッターとかなんですけどね、すごい。でクルコンもついてるんですよね。前の車についていってくれて、速度合わせて、向こうは前が止まればこっちも止まる。もう停車までしてくれるんですか？前の乗用車のスピードもここに出る。前の車の速度分かるんですか？それめっちゃいいですね。スピードと距離と結構見た目で分かんないですもんね、何キロか。これすごいな。後ろがこう上がってる。すごい。後ろが上がってる。後ろ上がってる。荷物積んだり下ろすときにエアサスってことですか？そう、エアサス。なるほど。荷物たくさん積むと後ろが下がるから、そのものを調整するっていう。あとホームの高さによって後ろ合わせるのに。キャンピングカーに欲しい性能が盛りだくさんですね。すいません、ありがとうございました。予定出発時刻より大幅に遅れてしまいました。サービスエリアで出会った視聴者様の大型トラックがすごすぎて時間を忘れて話し込んじゃいました。今から距離をぐんぐん伸ばしていきます。次の群馬県に横川サービスエリア名物釜飯があります。売り切れている可能性がありますが、釜飯を目指して走行します。峠の釜飯本舗荻野屋さんです。さあ、まだあるでしょうか。
列ができていますが、まだ売っています。陶器の釜飯ではなくて冷蔵タイプの釜飯も売っていました。通常の陶器の釜飯は今日の10時までが消費期限です。パルプモールド容器の釜飯は消費期限 2,3 日と長いようです。今回は試しでこちら側買ってみます。温め方の詳しい説明の用紙が入っておりました。外の包装とお手拭き、あんず、うずらの卵、紅生姜を一旦取るようです。中の具材は陶器の釜飯とほぼ同じようです。もう一度蓋をかぶせ、容器のまま電子レンジで4分加熱します。車内の温度は約33度ですが、電子レンジとエアコン同時使用できません。釜飯のために4分間我慢しておきます。熱々の釜飯が完成しました。それでは峠の釜飯いただきます。ご飯は醤油と出汁がしっかり染み込んでいて、なんぼでもいけそうです。鶏肉はジューシーで甘くて美味しいです。昨日の夜も鶏飯食べたんですけど、何回でも食べれますね。峠の釜飯といえばこのあんずです。甘くて美味しいです。サービスエリア内で本物の駅弁を食べていると、ここが電車なのかキャンピングカーの車内なのか一瞬わからなくなります。ごちそうさまでした。この後運転すると眠くなりそうな予感がします。いつでもすぐに眠れるのがこの寝台列車仕様のキャンピングカーなんで、少し眠ります。15分だけ寝ます。涼しくてめちゃくちゃ気持ちいいです。これは熟睡できそう。少しのつもりがたくさん寝てしまったようです。次の埼玉県で一般道に降りる予定でしたが、時間がなくなったので今日も高速道路上で過ごします。関越自動車道で唯一シャワー施設のあるパーキングエリアがあるようなので寄ってみます。到着しました。シャワールーム24時間って書いてますね。横にコンビニもあるんで便利ですね。それでは入ってみます。ここがシャワールームの絵です。一番端にあります。入り口に電光掲示板があって、シャワールーム空いてるのか使用中のかパッと見で分かります。今日は全部空いているようですね。男女別々にあります。1回10分300円。備え付けのタオル、シャンプー等はございません。タオル、ボディーソープ、シャンプーなどは店内売店にてお買い求めくださいとのことです。なんかすごい綺麗そうですね。それでは浴びてきます。いやー、気持ちよかったです。キャンピングカーで慣れているんで水の勢いがあって快適でした。ドライヤーはありましたが、脱衣所が暑くて汗まみれになったので出てきました。さっぱりしました。やっぱりキャンピングカーにドライヤーがあると便利ですね。今日はローソンで車中泊できないので気持ちだけということで T シャツ着ておきます。さあ、目的の東京まで1時間圏内です。胸が高鳴ります。
時間も遅いので、下手に一般道で車中泊スポットを探すより一番最後のパーキングエリアで車中泊します。目的地まで15分圏内まで来ました。明日のSAS取付施工店は東京ですが、埼玉県との県境です。東京直前のパーキングエリア、大きいですね。そして綺麗です。たくさんお店入ってますんで、明日の朝ここでお土産買ってから出発します。カー用品のオートバックスも入ってるパーキングエリアなんですね。初めて見ました。崎陽軒のシウマイ弁当も売ってます。さあトイレお借りしてから車内でゆっくりくつろぎます。今日はゆっくりできるのでテレビでも見ながらくつろぎます。アルミバーを曲げてバンクベッドに引っ掛けてるだけの簡易設置です。寝台列車の個室から一気に家感が出てきました。テレビと夜景を楽しみながらノンアルコールビールいただきます。カーキャンパイ、冷蔵庫一番強くしていたんでキンキンに冷えてます。今日は楽しみにしていたコンビニローソン車中泊できなかったんですが、ここのパーキングエリア車中泊も悪くないですね。すごいお店が明るいんで怖さもないし楽しいです。バッテリー残量は 73%、 残り 666Ah あります。この暑さでも丸2日間エアコンつけっぱなしでも持つぐらいのバッテリー残量です。テーブルに愛知調理器埋め込んでます。ここで何かおつまみ作ります。冷蔵庫の中にはウインナーとちくわ、チーズがあります。ちくわに切れ目を入れてウインナーと合体させてみます。ここに裂けるチーズ、そしてブラックペッパー、このまま5分蒸し焼きにします。蓋をして蒸し焼きなら締め切った車内でも匂いを気にせず調理できます。完成しました。おっさんのチーチクウインナー、いただきます。噛むとウインナーがパリッと弾けるこの食感、そしてちくわとチーズとの相性が抜群にいいのでめちゃくちゃ美味しいです。夜中にいけないことをしているようなそんな楽しさがあります。ごちそうさまでした。フライパンも食洗機に入るサイズを選んで積んでいます。さあ、あとは着替えて歯磨きして眠たくなったら眠ります。今回使用したソファーベッドは長さ180センチ、横幅90センチあります。身長170センチの自分が使うにはちょうどいいです。この大きい窓から見える高速道路の風景、パーキングエリアの風景がとても綺麗です。今回の常設ベッドレイアウトなんですけど、もう一人ならこれが一番いいですね。
やっぱり寝る時のベッド展開、布団引いたりするの面倒なので、すぐに眠れるこの位置は最高です。あと運転中少しだけ仮眠したい時も眠気そのままで眠れたんで、すぐに熟睡できました。エアコンも効いて涼しいし、一人旅ならもうこのレイアウトが一番いいですね。明日のエアサスをつけてもらうお店はカーセールス渡辺さんです。午前中お店着いて、その後駅まで送ってもらいます。というのも、つけてもらうのに調整などで2週間ぐらいかかるようです。なので帰りは鉄道で帰ることになります。多分新幹線に乗ると思います。そしてまた2週間後取りに来る感じになります。出来上がりが楽しみです。今日トラックの運転手の視聴者様といろいろお話しさせてもらいましたが、やはり大きいトラック、大型トラックになってくると走行性能安定するし、横風も煽られにくくなるそうです。そのトラックの運転手さんも言ってたんですけど、こういったキャブコンぐらいのトラック、小型トラックが一番運転難しいそうです。仕事で使っているいわばプロの方が言ってるんで間違いないと思います。もう言うたらあらゆる車の中でこのキャンピングカー、キャブコンが一番運転難しくて、普通に走るだけでも気をつけないといけないかもしれません。明日のエアサスで風の煽り、高速道路の直進安定性が良くなることを祈りたいです。おはようございます。疲れが取れました。外気温は38度以上と今日も暑くなりそうです。太平洋側は各地で40度以上の酷暑日になりそうです。終着地は目の前なのでコーヒーを飲んだら出発します。バンクベッドあたりは熱が溜まっていてすごく熱くなっています。さすがのキャブコンも35度を超えてくるとエアコンの効きが悪くなってきます。いや、いい天気ですね。で、今回つけるエアサスについてなんですけど、簡単に言えばリア側、こちら側に空気のバッグを入れて高さを調整できるものになってます。どうしても荷物とか水を積みすぎてこのリアが下がってくるとハンドルがこのふわふわする感じになって走行安定性が悪くなるんですよね。で、それをリアを上げて補正する感じになります。で、その他このキャンピングカーはもともとショックアップソーバー、バネやスタビライザー、ロールを減らすもの前後つけてもらってるんですけど、お水を最大まで積んで荷物も積むとリアが下がって走行性能がかなり悪くなっていました。現状でもノーマルよりはかなりいいんですけど、高速道路の走行性能を安定させるためにエアサスを導入することに決めました。どのぐらい変わるのか楽しみです。それでは出発します。丸2日間生活していた高速道路を所沢インターチェンジで降ります。富山県から埼玉県まで6460円でした。こちらが今回取り付けていただく足回りの一式です。エアサスの要エアバッグです。空気を出し入れすることにより車高が上下します。こちらはコンプレッサーなどのコントロールユニットです。ショックアブソーバー、エアサスと組み合わせることにより最高のパフォーマンスが発揮されます。銀色の曲がったバーがスタビライザー、左右の傾きを抑えます。黒いバーがトーションバー、乗り心地に影響します。ブレーキパッドとブレーキホースでブレーキの効きを良くします。キャンピングカー専用のアルミホイル、耐荷重がアップしますぐらいですかね。ただ後ろをもうとにかく持ち上げて下がらないようにしてあげるっていうのがもう一番最大の効果が、そのためにやってます、はい、これがバネになってるんですか？バネなんです。でこれは何してるかっていうと、スプリングだけだといつまでもこうボヨンボヨンボヨンって弾むじゃないですか、はい、それを弾まなくするのがこれの仕事、この3点はもう非常に重要です。
はい、なんと今からですね、ちょっと完成したエーサスをつけた車試乗させてもらえることになりました。試乗車はダブルタイヤのクレアですね。加速もほらおお、全然後ろに行かないんです。そうですね。だから加速も良くなる。そうカーブなんかも例えおお、すごいばすごいでしょ。これはこの速度で普通曲がれないですよ。これ行きますよ、このままほらほら。ほらすごいだから安全ってことです。すごいですね。今の倒れてますよ普通。あ、絶対倒れます。はい、びっくりした。衝撃ですね。衝撃でしょ。もう違うでしょ。アクセル踏んだらあんま上上がらないですね。そこ右です。ロールがもう半減って感じですね。そうですね。ここから先道がめちゃくちゃ悪いです。こんなのね。ああ、すごい乗用車ですね。はい、すごいこれほぼ乗用車の感覚ですね。ええ。どっちか一個取るじゃないですか。普通にそのロールを少なくするとか乗り心地よくするとか、はいはい両方取ってるっていうのはそうなんです。なんか従来の感じでは考えられないですね。そうですね。いや、すごい。いや、思ってる以上でした。試乗終わりました。いや、すごい衝撃でした。ありがとうございます。じゃあ施工よろしくお願いします。わかりました。お送りしますね。ちょっと一回、はい、もうやっていただいています。ありがとうございます。ここにつけるんですね。いや、踏んでも構わないですよ。はい、ジロ預けました。で、今新座駅にいます。ここから大宮に行って新幹線に乗って富山に帰ります。ここは埼玉県で武蔵野線です。武蔵野線埼京線乗り継いで現在大宮駅です。次は新幹線に乗って北陸富山県へ向かいます。料金は1万2000円ぐらいです。高速代とガソリン代よりかは安そうです。本物のシウマイ弁当を買って帰りも楽しみます。車移動だったら2日間かかったんですけど、鉄道だったら3時間でした。どちらも楽しかったです。次キャンピングカーにエアサスいたらどこに行こうか、帰りはずっとそれほど昔考えていました。パワーアップした寝台列車中生活、また動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。